オーナーさんがちょっと中華系の方だったらちょっと、まあ、大体予算これぐらいだとこんな家に住めますよっていう。サワディーカー、太鼓のさけんちょです。本日はですね、家探しについてまとめたいと思います。初めてバンコクで家探しする方っていうのは結構苦労する方が多いと思うので、本日はちょっと特別ゲストを呼んでお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします田中裕樹です。折り紙不動産代表をさせていただいております。母が最初やっておりまして、それで後継いで今2代目となっております。で今年で創業31年ですね、はい。バンコクでは日系の不動産だと一番長いですね、はい。すごい信頼ありますね、はい。じゃあ本日は田中裕樹さんにいろいろ聞いていきたいと思いますので、はい、では早速質問コーナー行ってみます。行ってみましょう。では早速一つ目の質問をしたいと思います、バンコクで日本人が多く住むエリアっていうのはどこになりますか？基本的にはアソークから今はオンヌットぐらいまで、BTS 沿い BTS 沿いですね。その中でも人気のエリアとかだったりするんですか？人気のエリアはですね、家族向けだとやっぱプロンポンになってしまうと思うんですけど、まあ単身とかご夫婦とかでしたらトンロとかエカマイになっちゃうと思います。なるほど。何かスーパーとかそういう暮らしやすさの違いってことですか？プロンポンの場合は基本古いアパートっていうかそういうのが多いので広いんですね。なので結構家族向けでその子供が遊ぶのに遊具がアパートについてたりとか、ちょっと広めなので3ベッドの物件も多くなります。そういうことですね、はい。エカマイとかトンロになってくると2ベッドとかが多くなる。そうですね、1ベッドと2ベッドが多いですね、基本は。はい。っていうのはですね、その昔はこの日本人が住むエリアっていうのが大体そのアソークとプロンポンぐらいだったので、昔からある物件がまあ大体アソークからプロンポンになります。で新しく開拓し始めたのがトンロ、エカマイですね。そして、まあ、最近ですと、まあ、プラカンノンとオンヌットって形になるので、その土地の値段も上がったのであんまり確保できずに作ってるので、ちょっとやっぱ全体的に小さめになってしまいます。そうなんですね、はい、広くて古いか新しくて狭いみたいな感じですね。はい。まあ、どっちを取るかですね。どっちを取るかですね。はい。その選ぶ中にもその偶数側と奇数側ってあると思うんですけど、そこってどういう方がどっちに向いてるとかあったりしますか？基本的には日系のスーパーが奇数側に多いので、奥さんとかがスーパー行かれやすいとかそういうのを重視する場合でしたらやっぱり奇数側に住まれる方が多いですけど、例えば単身で別にその奥さんいない方とかでしたら偶数側でも大丈夫ですし、偶数側の場合ですとプロンポンの24とかでしたら港がありまして、そちらの方に高速道路があるので高速道路を使われる方とかは結構便利かなとは思ってます。通勤とかで通勤とかですね。はい。値段もやっぱりちょっと奇数の方がそういうのあったりしますか？そんな変わらないと思ってます。ですけどやっぱり奇数の方が人気ですね。はい。奇数側の方がお店も多いですし、スーパーも多いですし、アソークからトンロ、エカマイ、プラカンノンぐらいまではずっとつながってるので、その大通りでなくても行けるので、そういうことですね。まあ初心者の方であれば奇数の方がいいかなとは思ってます。はい。なるほど。よく聞くのがサービスアパート、サービスアパート、アパート、コンドミニアム。ざっくりこう違いっていうのは？コンドミニアムは1個の建物で各部屋がオーナーさんが1人ずついるんですね。備え付けられてる家具とか家賃とかそういうのが全部バラバラですね。もうオーナーさん次第になってますので、オーナーさんがちょっと中華系の方だったらちょっとドラゴンの置物があったりとか同じ物件でもいろんな部屋を見たらお気に入りの部屋がそうです、かもしれないみたいな。はい。ですけど家具がいい部屋はやっぱちょっと高くなったりとか、階層が高いところでしたらもうちょっと高くなるとか、そういうのがいろいろあるので予算に合わせて、はい、交渉はやっぱりしやすいですね。もう個々なんでそういうその交渉とかそこまでお願いというかお話、そこちょっと難しいんですよねそのリクエストっていうのが、まあオーナーさんが優しければ OK 出す人もいますし、ダメだっていう人もいるので、僕のところですと長い付き合いのオーナーさんもいるので、そういうオーナーさんとかは結構優しくしてくれたりもしますね。そのあたりちょっと不動産屋さんと相談しながらそうですね、そうですね、はい、一番いいんですかね。はい。じゃあ例えば、はい、夫婦2人暮らしで、はい、奇数側はい、に住みたい2ベッド、はい、となると大体予算どれぐらいで？多分5万バーからとかになっちゃうと思うんですけど、7万8万だとまあいい部屋に、はい、7万8万だったら結構いい部屋になります。
内見を行った時に確認しておいた方がいいこと、やっぱりそのお客さんがその見るポイントをまず決めていただきたいんですね。例えば絶対洗濯乾燥機が欲しい、バルコニーが広めがいいとか、小さなお子さんがいるところですと、そのバルコニーの柵の高さを気にされる方もいますので、なのでそこはちょっと見ていただきたいなとは思います。タイの場合日本と違って暑いので西日をやっぱり結構嫌がる方が多いので、ちょっと方角は西だとちょっと夕方ぐらいとか暑くなるので、暑くてもいいっていう人は全然大丈夫なんですけども、結構タイの方とかは西向きをちょっとあんまり嫌がる方が多いですね。電気代がすごいことになりそうですもん。そうですね、電気代がすごくなりますね。エアコンのチェックも結構大事なところも、その壁掛けのエアコンですとまだ大丈夫。その中に組み込まれてるやつの方がちょっと電気代が高くなっちゃうので。そうなんですね。そのアパートとサービスアパートっていうのはそのワンオーナーなんですね。オーナーさんが1人なんで、値段とかももう決まってて、もう大体同じ値段で同じサービスでっていう感じですね。サービスアパートっていうのは言うたらそのホテルみたいなサービスがついてて、メイドさんがついてたりとか、ランドリーサービスがあったりとか、そういう感じのイメージとしてはホテルに住むっていう感じですね。なのでお部屋の中の作りもちょっとホテルチックな感じになってます。で一番大事だと思うのはサービスアパートとアパートとそのコンドミニアムで電気代と水道代が違うんですね。コンドミニアムが安いんですね。コンドミニアムの場合は1キロワットあたりだいたい 4.5 バーツなんですね。ですけどアパートとサービスアパートは上乗せして、請求されるのでだいたい6バーツとか7バーツになりますね。なのでちょっと暑い時期になりますと結構跳ね上がっちゃうんで結構高くなっちゃうと思います。でも日本に比べると高いですね。高いですね。なのでその代わり水道代がやっぱりちょっと安いですね、タイの場合は。でもその水道代もサービスアパートとアパートの方がやっぱ高いんですね。その直接電気会社とか水道局から請求が来られるので、なので安いですね。なるほど。オーナーさん通すとちょっと高くなっちゃう。アパートとかサービスアパートはそこでちょっと上乗せして、ビジネスされてるのでそこもちょっと高くなっちゃいますね。なるほど。光熱費抑えたかったらコンドミニアムの方がいいかな。そうですね、そうですね。サービスっぽくもできるので、例えばメイドさんを入れたりとか、そうですね、電気代とか水道代をちょっと何バーツまで込みにしてもらうとかもできるので、コンドミニアムでもその良さはあります。なるほど、ありがとうございます。本当に同じような部屋だとコンドミニアムサービスアパートどっちの方が高いとかってあるんですか？基本はサービスアパートとかアパートの方が若干高いですね。若干、なるほど。それはやっぱりメイドさんが入る、メイドさんが入ったりとか、アパートで完備されてるエンジニアさんとかもいるので、対応は多分早いと思いますね。ですけど、コンドミニアムの場合もそのコンドミニアムの業者さんもいるんですけども、基本のことはやってくれるんですけど、それ以外のことですね、例えばその修理がちょっとこれ難しい修理なのでできませんってなるとやっぱ外注の業者さんを呼んでこないとダメなので、オーナーさんに頼んで外注の業者さん呼んでもらうんですけども、そこで時間かかったりとかもするんですけど、うちのところでしたらもううちのところが知ってる外注の業者さんを派遣するので、なのでオーナーさんの許可だけもらってやるって感じですね。なるほど。それ、合間合間に不動産屋さんが間に入ってくれるってことですか？そうですね、その場合は大体全部やってるので、全部連絡いただければ対応します。ありがとうございます。タイの物件って大体1年更新？1年更新です。基本はその1年契約なので、2年契約されてる方もいるんですけども、更新時ってなんかこうお部屋の値下げとかそういうのってできたりするんですか？そうですね、それも一応リクエストの一環として全部やっぱオーナーさん次第なので、そのオーナーさんが値下げちょっとしてくださいっていうのは別にリクエストはできますね。基本はそのエアコンのクリーニングとか、ソファーのクリーニングとかそういうのはしてくれると思います。1年で引っ越される方も意外といらっしゃるって聞いたことあるんですけど。そうですね、なので1年で引っ越される、だから毎年引っ越しされてる方もいますよ。そのやっぱ気分転換にもなりますし、なかなか日本でそんなことできないですよね。そうですね、そうですね、多分そういうのもあっていろんなところに住んでみたいとかそういう人もいるので、はい、ということで折り紙不動産の田中裕樹さんに質問させていただきました。なんかすごい勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ。私も一回家探ししたんですけど、やっぱりわからないことってすごい多くて、もうどうしてもそもそも何がわからない、何を調べておくべきかわからないみたいなところから始まったので、こういう感じで結構基礎の基礎を教えていただいてすごく参考になりました。
は本日はこちらで終了させていただきたいと思います。思うんですけども、ちょっと僕の方でちょっとこれ太鼓皆さんプレゼントがありますはいなんかいただきました。お願いします。お、じゃじゃーん、じゃじゃ折り紙物さんと太鼓太鼓のコラボ T シャツコラボ T シャツいただきました。めっちゃ可愛い。皆さん来ていただいて、ありがとうございます、はい着用しました。おーどうですか？すごい可愛い。これ着てまた動画撮りたいと思います。はいはいお願いしますありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、この動画がいいと思ったら、チャンネル登録といいねボタンをぜひお願いします。お願いします。はい、今日は田中由紀さんに出演していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねー。